今紹介いただきました蟹沢でございます。で私はですね、この50年以上地質学という学問分野をやってきました。でこれはどういうことかということをまず最初にお話ししたいと思います。で話の内容はここにある奥の細道の哲学と、地質学という表題にしたんですけれども、奥の細道と地質学が一体どういう関係があるかということを、ちょっとご紹介したいと思います。地質学というのはどういう学問かといいますと、地球の歴史を解明するということで、その単位は、ここには 10×10 の8乗年と書いてありますけれども、要するに1億年とか10億年とか、あるいは短くても100万年1万年1000年ですね、そういう単位で物事を測るわけです。でそういうことで、地球を対象とする学問というのは地震予知だとか天気予報だとかっていういわゆる地球物理学的な方法があるわけですけれども、それは現在の地球上で起こっている現象を解明する、あるいは人の役に立てるということなんですけれども、地質学の場合はですね、それにその時間の軸というのが入るわけです。でそのためにまず私どもはどうするかというと、ここにあるように野外に出てですね、石をまず観察するということから始まるわけです。そこで奥の細道に戻るわけですけれども、奥の細道はですね、ご承知のように松尾芭蕉が1689年元禄2年に江戸を発って白河の関を越えて松島を通って平泉に行って、それから日本海側に行って越後寺を通って加賀まで行って、それから最後は岐阜県の大垣までたどったわけですね。それを原稿用紙400字詰めにするとわずか30枚から40枚の中に入れ込んでしまっているわけです。で月日は白帯の価格にして行き交う年もまた旅人なりというのは、これは皆さんこの辺は多分ご存知だろうと思うんですね。そこからあとはお読みになったかどうか多分忘れていらっしゃるかと思うわけですけれども、これがその地質学の私どもの考えとぴったり合う。つまり月日というのは非常に長いものであって、我々の人生はそれに比べると非常に短いということを言いたいわけです。元になったのはこれは李白の「それ天地は万物の激量にして光陰は白帯の価格なりと思考して不正は夢のごとし」、つまり天地のその時間の流れは悠久なものであるけれども、人の人生というのはそれに比べると非常に儚いもの、短いものであるということを言いたいわけですね。でそこでもっと具体的にお話をしたいと思いますが、地球の歴史というのは46億年前に始まったというわけです。その中でこのゼロがたくさん続いているのは46億年を表している。でその次の25万というのは、これはホモ・サピエンスが地球上に現れたその時のことを以降のことを言ってるわけですね。でホモ・サピエンス、私どものその人間というのはたった25万年しか生きていない。でその次のその300というのはどういう数字かといいますと、これは産業革命が始まって以降大体300年経っているということなんです。でそこでどういうことを言いたいかと言いますとですね、46億年とか25万年とかという数字は非常に分かりにくいだろうと思いますね、皆さん。でそこで46億年前を1月1日の午前0時として、今私どもが住んでいるのを大晦日のこれから次の年が始まろうとする時を現在だとするわけです。そうすると産業革命以降、つまりこれは何を言いたいかと言いますと、化石燃料を大量に使い始めたのはおよそこの頃からだと考えていいだろうと。そうしますとですね、たった1年のうちの2秒の間に石油石炭をどんどん使っているわけです。で私どもの生活が豊かになっていると私どもは思っているわけですね。でところがですね、石油や石炭のそのできた時期はいつかと
申しますと、ここにある1億年2億年、この辺はですね、地質時代で言いますとちょうど恐竜が世の中を跋扈していた時代で、ジュラ紀とか白亜紀とかいう時代、ジュラシック・パークという映画が前にあったご存知だろうと思いますが、その時代、それから3億年4億年というのはこれは石炭紀の頃ですね。要するに3億年4億年あるいは1億年2億年前にできたそういう植物やいろんな生物の遺骸から長い時間かけてできたものを私どもはその300年の間に使い果たそうとしているわけです。で今になってですね、あと石油が40年だとか120年持つとかという話をしているわけですけれども、それは確かにそうなんですけれども、ここで少し反省してみた方がいいのではないかというわけです。でこれはその生物のその象徴だんだん増えていって、次第にあるそのマキシマムに来ると突然減少する時期がいくつかあるわけです。ここで矢印をいくつか書いてあるんですが、これへこんでますね。これは生物がどんどん進化して数も増えていった。ところがある時突然生物が大量にある種類の生物が絶滅したというところを表しているわけです。でこのですね、ここのところはこれは6500万年前で、これは2億4000万年ほど前で、これはよく分かっているわけですが、その6500万年前というのは皆さんよくご承知だろうと思うんですが、隕石が落っこちた、そのために地球上の気候が大きく変動してですね、それまで跋扈していた大型の爬虫類、特に恐竜の類はあまり体が大きくなりすぎてで絶滅してしまったと。でそれまでその恐竜の陰に隠れていた小さな哺乳類がですね、次の世代を担ってきたということを示しているわけです。そういう栄枯盛衰がたくさんあるということをここでは示しているわけです。でそれはですね、例えば芭蕉のその平泉で読んだ藤原三代の映画の後を見て歌った「夏草やつわものどもが夢の後」というこの歌とも合致するわけですね。で人間もその今は我が世の春をときめいているわけですけれども、それで果たしていいのかどうか。で先ほど申し上げたようにその石油にしろ石炭にしろですね、産業革命以降、特に20世紀以降自動車文明が発達してきているわけです。であと何年持つだろうという議論が盛んに行われているわけですけれども、不易流行というのは芭蕉の哲学の一つですね。変わっていくものと変わっていかないものというわけですが、これは世の中の例えば太陽や月の運行は芭蕉は変わらないもの、その中で人間の命は儚いものであるというようなことを言っているわけです。でさてですね、今私どもは現在に生きてコンクリートで道路を作って鉄道を作って鉄で鉄道を作ってでその私どもの生活は大変便利になっているわけですが、地球というものは動いているわけですね。生きているわけです。でそうしますとあと何年人類の世の中が続いていくかよく分かりませんけれども、1億年後を考えますとですね、1億年後にどういう生物がいるかはなかなか難しい問題ですけれども、その時に私どものようなその地質屋さんがいたとしてですね、1億年前の地層を掘った時に1億年前にホモ・サピエンスというのがいて、で地球上をコンクリートや鉄道でうずめ尽くしたというふうなことをですね、考えるかもしれない。でそれでその1億年後の生物が私どもをどう評価するか、そういうことを考えてみたときに、やっぱり今の私どもは現在の私どものその享受している生活を果たして続けていくことがいいのかどうかということを、多少は考えた方がいいのではないかというわけですね。でこれはその芭蕉のその哲学の最後であって、私のですね
皆さんに対する宿題というかメッセージというか、それも兼ねているわけですけれども、人生を儚いものと見る心、これは芭蕉の先ほどの不易流行にも関わるわけです。で、全ての生命のあるものを無常につながるものとして愛おしく思い感動するということをここで改めてですね、皆さんに問いかけてみたいと。で、今私どもはいい生活を享受しているわけです。3月11日で非常にダメージを被ったわけですけれども、で私がここで奥の細道を取り上げた一つの理由はですね、3月11日を境にして、もう一度芭蕉の「月日は白帯の価格にして」という最初の冒頭の言葉をですね、もう一度問いかけてみたいというふうに思ったこともあって、こんなお話をしたわけです。で、先ほども申し上げたように地球は生きているわけで、今後どうなるかというのはですね、それを無常と考えるか、芭蕉は実は無常観ではなくて、非常にプラスイメージでですね、ものを考えてきているわけです。そういうことで地球は生きている地球を今後どうするかということを皆さんにも考えていただきたいということで、私のお話を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。